日本って最近ネパールの人多いなって感じませんか？コンビニ、カレーやホテルとか、実際外国人割合でもネパール人は6位です。これ偶然じゃありません。実はネパールでは人生を変えたいなら日本に行けと言われているんですよ。じゃあなぜわざわざ日本まで来るのか？この春休み僕2週間ネパールを旅してきました。現地で見て聞いた話を全部話します。3つに分けてお伝えします。1つ目、ネパールの経済がやばい状況です。2つ目、出稼ぎは生存戦略なんです。3つ目、日本で犯罪なんてできませんという話です。まず一つ目、ネパールの経済状況はやばいということです。ネパールの一人当たりの GDP は年間20万円です。これ、世界160位レベルです。日本の約20分の1ですよね。1年間働いても日本のアルバイト数ヶ月分の収入しかないということが現実です。さらに問題があります。仕事がないんですよ。ネパールの失業率は 10% です。若者の失業率は 20% です。5人中1人が無職なんです。実際ですね、ネパールの道路を走っていると、道路の端っことか、店の前とか広場の中で20代の若者がスマホを見ながら座っている、ぼーっとしている、何もしない、平日の昼間からそういうことをしてるんですね。もちろん、怠けているわけではありません。仕事がそもそもないんですね。ネパールでは大学を出ても安定した仕事は非常に少なくて、しかもネパールは物価が年々上がっているんですね。家賃、ガソリン、食料、でも給料は上がらない。だからネパールの若者はある結論にたどり着きます。この国にいても人生が変わることは難しいんだろうな。そこでネパールの若者が考えるのが海外で稼ぐという人生をかけた戦略です。ネパールではこれが珍しい話でもありません。むしろ普通なんです。実際、ネパールの GDP の約25%、30%は海外からの送金で成り立っています。これはもちろん世界でもトップクラスです。つまり、ネパールの経済は海外で働くネパール人のお金で回っている国と言っても過言ではないかもしれません。2番目の話、出稼ぎは生存戦略なんですという話です。よくある人生ルートがあります。20代前半で海外に行く、5年から10年ぐらい働く、節約する、貯金する、そしてネパールに戻る、そのお金で家を建てる、小さなホテルを作る、レストランを開く、観光ビジネスを始める、こういう人生設計なんです。実際、ネパールでは海外出稼ぎで建てた家がたくさんあります。僕が泊まったホテルの人も日本で出稼いで自分のホテルを建てていました。カトマンズ郊外を歩くと急に立派な3階建ての家があったりします。周りは古い家なのにそこだけコンクリートでピカピカ。現地の人に聞くと海外で出稼いだお金で建てた家だったりします。これを聞いた瞬間、僕は少し衝撃を受けました。なぜなら日本では人生のために海外に出稼ぎという言葉はあまり聞かないですね。ネパールでは違う。海外に行って人生をかけてお金を稼ぐというのが普通の人生なんですね。そして面白いことにこの行き先っていうのは大体決まっています。一つ目はドバイとかカタールみたいな中東の国だったりとか、二つ目は韓国や日本みたいな国、この2種類なんですね。韓国や日本というのはやはり人気のある国です。理由は大きく2つあります。まず1つ目は仕事があるということですね。日本も韓国も今深刻な人手不足です。コンビニ、建設、農業、介護、ホテル、いろんな分野で外国人労働者が必要になっています。もちろんですよ、その事業者たちも日本人や韓国人を雇いたがると思うんです。でもそうすると提供している価格、値段が上がっていってしまうから、結局消費者の方々に不便を与えてしまう。そうするとその会社が運営できないから、海外の方を受け入れて、その労働力として使って、それで対価を払うっていう仕方になると思います。そして二つ目はですね、文化と観光周りです。ネパールは世界有数の観光大国です。ヒマラヤ、エベレスト、アンナプルナ、そこに来る観光客は誰かという考えてみると、もちろん欧米もありますが、日本人と韓国人もよく行きます。実際、ネパールでトレッキング、ガイドをされている方々で、日本語や韓国語を勉強している方がかなりいらっしゃるんですね。つまりですね、日本語を覚えて、日本で留学して、日本で働いて、ネパールに戻って、観光ビジネスをする。これが一つのルートなんです。実際ですね、僕がカツマンズを歩いていると、
本当に驚いたことがあって、街の中でこんな看板あったりするんですよ。日本留学センター、観光を教えます。みたいなことを見かけたんですね。これ、カトマンズだけじゃなくて、田舎とかに行っても、なんか壁の中に、study abroad in Japan みたいなことが書いてあったりするんですね。日本で学ぼうということです。つまり、ネパールでは日本や韓国は遠い国ではなく、チャンスの国としてリアルに存在しているわけであります。3番目はですね、彼らは犯罪者ではないですよという話をして終わりにしたいと思います。ここまで聞くと日本の皆さんきっと不安になっているかもしれません。最近外国人犯罪多すぎないかニュースでよく見ますよね。窃盗、オーバーステイ、トラブル。これ正直に言います。ネパール人でも韓国人でも残念ながら犯罪を起こす人はいます。これ事実ですね。ただですよ。ほとんどのネパールの人を犯罪をするために日本に来ていないと思ってるんですよ。彼らって人生をかけて働きに来てるんですね。これ現実なんですよ。例えばですね、ネパールでよくある家族の形を想像してみましょう。カトマンズの郊外で小さな家があって、そこにいるのは母親、子供2人、おじいちゃん、おばあちゃんなんですね。1人だけいないんですよ。日本で働くために父親だけが、日本にいて1人で働いてるんですね。実際こういう家庭、ネパールには本当に多いようですね。子供はお父さんの顔も見ずにもう5、6年間過ごすってことあるんですね。家族の生活を支えるためなんですよ。日本だったら月20万円ぐらいは稼げる。そこで節約して、毎月10万円ぐらい送金したらどうなるか。ネパールでは家族全員が生活できるわけであるんですね。つまり日本に来ているネパールの方々は、自分のためでもありますが、家族のために働いている人も多いということです。そして彼らにとって一番大事なことはですね、長く働くことですね。ここが重要なところでして、彼らって1ヶ月、2ヶ月稼いで帰るんじゃなくて、数年間安定してコツコツと仕事して、それでお金を貯めることが大事なんです。で、日本で働くためには、ビザ、在留資格、更新、こういったこと必要です。犯罪を一つ起こすと、ビザ更新ができなくなるんですね。つまり、強制帰国なんですよ。自分の人生設計来るんですね。日本で働くために、留学するために数十万円の、日本語学校の費用だったりとか、ビザの手続き費用を払って、やっと日本に来たのに、そこで犯罪を1個落として、自分が今までやってたことを全て失うことはしないと思うんですね。つまり彼らは短期の犯罪に走ってしまうことより、長期の努力でできている人が、割合としては多いと思います。これは僕も同じ話でして、僕韓国人で日本に住んで犯罪を起こしたら、韓国を変えるしかないんですよ。だから外国人は日本に住みたければ住みたいほど、日本で真面目に生きることはとても大切なことだと思っています。もちろん世の中どうしようもない外国人いますよね。家賃を払わずに逃げる、税金払わない。こういう外国人たくさんいますよね。僕も嫌いです。ただしですよ。僕も日本の生活とても満足していて、日本にもっと住みたい。日本の皆さんと良い日本を作りたい。そういう考え方で生きている外国人も確かにいるってことをお伝えしたいです。そういう方々の方が多いと思っておるんです。だって僕も日本で生活している生活者なんですね。僕らも街歩いてて、頭殴られるだったりとか、僕のお金取られることなんて起きてほしくないんですね。僕たちも一緒で朝早く起きて仕事をして税金払って日本社会の中でもう静かに生きている、それだけなんだと思います。だからこの外国人問題という言葉をニュースで聞くと胸が少しだけ痛くなるんですよ。確かに日本社会はそういったやめてほしい外国人もいるんですけれども、真面目に生きている。その中には家族の人生のために一人でネパールから頑張って日本語を勉強して、日本に来てコツコツと生きているような、外国人もいるということ、それをちょっとね、分けて考えてくださると嬉しいというふうに思っております。はい、今日も動画見ていただきありがとうございました。よかったら他の動画も見てください。以上、パックンでした。アニョン。